皆さんこんにちは。日本語ジャムのあやのです。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の皆さんに向けて自然な日本語で話しています。さて、今日のテーマですが、リスナーさんからリクエストがありました。日本語のものの数え方についてお話ししたいと思います。日本語ではものを数えるときに1つ、2つや1個、2個だけではなくて、1冊、1枚、1匹のように特別な数え方があります。これは日本語の中でもちょっと難しいんですけど、とっても面白い部分でもあります。今日はよく使うカウンターや面白いカウンター、そして覚え方のコツなど優しく紹介していきます。最後にはクイズも用意しているので、ぜひチャレンジしてみてください。ではまず皆さんに質問なんですけれども、日本語の1から10は言えますか？ちょっと考えてみてください。はい、どうでしたでしょうか？答えは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でした。4が4になったり、7は7になったりします。そして9も9と言ったりします。もしまだ数字を覚えられていないな、間違えてしまったなという人は、この機会に復習してみてください。では、まずよく使う数え方から話していきます。まず一つ目は人ですね。人を数えるときは、1人、2人、3人、4人、5人と数えます。1人、2人はりなんですが、3より多いときは3人、4人、5人というふうに数字と人をつけます。1人、2人だけは特別ですね。そして次に紹介するのは細長いものです。これは1本、2本、3本、4本、5本と数えます。基本的には本と数えるのですが、数字によってはポンやボンに変わります。細長いものというと、ペンや鉛筆、ボトルとか、あとは筆などにも使えますね。それから3つ目は平らなものです。これは1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。数字と枚をつけて数えます。紙とかチケット、写真、あとは布などもこの枚を使って数えます。映画のチケットを2枚買いましたという感じで使いますね。それから小さい動物や虫などを数えるときは匹を使います。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹というふうに数えます。これも匹、匹、ピキというふうに音が変わります。犬や猫、金魚や虫などに使う数え方です。機械に対して使う数え方は台です。1台、2台、3台、4台、5台と数えます。台は大きくて重いものに使うイメージがあります。車とかパソコン、テレビ、冷蔵庫、テーブルなどに使います。あとはコップや容器に入った飲み物は杯と数えます。1杯、2杯、3杯、4杯、5杯と数えます。これはカップに入ったコーヒーやグラスに入ったワインを数えるときに使います。ワイン1杯くださいとか、コーヒー1杯飲みますとか、そういうふうに使います。それから年を数えるときは歳を使います。1歳、2歳、3歳、4歳、5歳と数えていきます。私は今27歳ですということができます。
それから建物の階数は階を使います。1階、2階、3階、4階、5階ですね。エレベーターに乗るときに3階を押してもらえますかというふうに言うことができます。あとは階数に関しても階を使うんです。建物の階と同じ発音ですが漢字が違います。これも1階、2階、3階、4階、5階と使います。例えばアメリカに1回行ったことがあります。その映画は面白かったので2回見ましたというふうに使うことができます。ここまでがよく使う数え方になります。そして他にも面白い数え方があるんです。例えば鳥やうさぎ、1羽、2羽、3羽、4羽、5羽と数えます。羽というのは羽という漢字を使って書きます。これは鳥のように飛ぶものに対して使う数え方です。うさぎは鳥ではないので1匹、2匹、3匹と小さい動物のように数えるのではないかと思った方いますか？私もその一人でした。ですが日本語ではうさぎは1羽、2羽、3羽と鳥と同じように数えます。インターネットで調べてみたら、昔うさぎの肉を鶏肉として食べていたからだそうです。すごく昔の時代に動物の肉を食べてはいけないというルールがありました。だけど鳥は食べて大丈夫だったので、お肉を食べたい人たちがうさぎの肉のことをこれは鶏肉ですと言って食べていたそうなんですね。そこから数え方も鳥と同じになって、うさぎも1羽2羽と数えるようになったそうです。私もこれは初めて知ったのでびっくりしました。うさぎはジャンプをするので、それを飛ぶっていう風に捉えていたから鳥と同じなのかなって思っていたんですけど、うさぎ肉を鶏肉として扱っていたからだったんですね。何を使えばいいのかわからないなっていう時に便利なのが個です。1個、2個、3個、4個、5個という風に使います。リンゴとかクッキーとかアクセサリーとか、どんな形でも小さいものだったらだいたい個で OK です。なのでどうしても数え方を思い出せない、忘れてしまったという時は個を使えば大体は伝わるかなと思います。それぞれの単語に合ったカウンターを使うことができたら、もっとネイティブに近づくことができるので、ぜひ覚えてみてください。そして覚え方のコツですが、大事なのは形とイメージで覚えることです。例えば紙は平らで薄いから枚、ペンは細長いから本、車は大きくて重いから台というふうにイメージと結びつけて覚えることがポイントです。写真などを見ながら頭の中でイメージして覚えると定着しやすいかなと思います。そしてそもそもどうしてこんなに日本語は数え方が違うのと思う方もいますよね、きっと。これは日本の文化に物の形や性質を大切にする心があるからかなと思っています。これはどんなものかなとか、どんな形かな、どんな使い方かなっていうのを言葉に表すことで、丁寧で細かい表現ができるようになっています。つまり日本語の数え方を覚えるっていうことは、ただ数を数えるだけではなくて、そのものをよく見ることでもあるんですね。そういうふうに考えるとどうですか？面白く思えてきませんか？ぜひ今日教えた数え方を使ってコメント欄に文を書いてみてください。正しく書けているか私がチェックします。もしコメントで書くのが恥ずかしいなという人は、インスタグラムの DM で送ってください。DM も送ってもらえると本当に嬉しいので、
恥ずかしがらずに送ってもらえたら嬉しいです。そして最後にですね、3問クイズを出したいと思います。では、いきます。1問目。猫を数えるとき、正しいのはどれですか？ A、1人。B、1枚。C、1匹。3、2、1。はい。正解は C の1匹です。猫が1匹います。というふうに使います。では2問目。写真を数えるときは何と言いますか？ A、1冊。B、1枚。C、1本。3、2、1。はい。正解は B の1枚でした。写真を1枚撮りますとか、写真を1枚見せてくださいというふうに枚を使います。では3問目。ペンを数えるときはどのように言いますか？ A、1本。B、1羽。C、1個。3、2、1。はい。答えは A の1本でした。ペンを1本貸してくださいとか、ペンを2本買いますというように本を使います。はい、これでクイズも終わりにしたいと思います。今回はよく使う数え方についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか？もし他にもですね、気になる文法や数え方、単語などがあったら、ぜひコメントで教えてください。そして皆さんにいつもお伝えしていますが、日本語を話すときは全然間違えても大丈夫です。それよりも大切なことは伝えようとすること。私も英語を話すときに本当に緊張して伝わらなかったらどうしようとか、なかなか言えなくて困るなっていうことがよくあるんですけど、100% 伝わらなくても伝える気持ちがあれば、相手も理解してくれようといろいろ頑張ってくれます。なので皆さんも日本語を勉強していて困ること、悔しい思いをすることもあると思いますが、もっともっと上達した自分をイメージして一緒に頑張っていきましょう。そして毎日使える単語やフレーズをスレッズで投稿しています。まだフォローしていない方はそちらも見てみてください。そして毎日ちょっとした日本語のクイズをしたいという方、私はインスタグラムのストーリーで毎日写真と一緒にクイズを出しているので、ぜひそちらもフォローして試してみてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。じゃあね、バイバーイ。